はい、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。このナインバリスタは、イギリスのケンブリッジ大学のウィトル研究所というところで、ジェットエンジンの熱力学の博士号を取得したウィリアム・プレイフォード博士がエンジニアリングを応用して設計したエスプレッソマシンになります。でこの美しいデザインは一つ一つ全て意味を持っています。なんとなく形が似てるんでよくモカポットと勘違いする方がいるんですけど、これは全くの別物です。で何が違うのかっていうのをちょっと説明しますね。モカポットは、皆さんご存知の通り、このタンクに水を入れて、おじさんお湯ですけど入れて、このバスケットにコーヒー粉を詰めて、でこの状態で下から加熱して、蒸気でモカコーヒーを抽出するっていう感じですけど、抽出圧力が低いわけですよ。エスプレッソゾーンまでは絶対達しない、せいぜい2バールとか1.3バールぐらいなので、圧力が全然低いと。構造もシンプルなので単価っていうのもあるんですけれど、ナインバリスタもこの下のタンクに水を入れてセットして加熱して上から抽出するっていうのは一緒なんですけれど、何が違うのかっていうと、水タンクに入れた水はこれをロックすることで完全に密閉されます。下から加熱されて179度まで加熱されます。で9バールの圧力を発生させます。179度まで加熱された蒸気が内部の9バールで回転するバルブを押し上げると、9バールの高圧力を発生させて、そのお湯をこのコイル経路で100度まで冷却して、さらに抽出時はこの放熱フィンの経路を通って水道を放熱フィンで放熱して、理想的な93度の温度でエスプレッソを抽出するように設計されている。それがナインバリスタのすごいところなんです。全く違うんです。だから最近ナインバリスタに似たような感じの商品も出てますけど、全く違うんですよ。ナインバリスタが高価だっていう理由は、実はこの心臓部分の構造にあるんです。今話した内容を内部構造で見るとこのような形になってます。ナインバリスタの各部と付属品を紹介します。まず一番下になるボイラー、こういう形になってます。でここがセーフティーバルブです。次に本体のメインユニット、これがポルタフィルターです。バスケットを外すとこういう形になってます。でバスケットキャップ、シリコン製のバスケットキャップとナインバリスタのフィルターバスケットになります。口径は 53mm です。タンパーが付属してきます。それと加熱時に使用するヒートプレートも付属してきます。この他に購入時に一緒に揃えておいた方がいいアイテムがあるので紹介します。まずはナインバリスタ専用のドーシングリング、これは購入時に一緒に揃えておいた方がいいです。あともう一つが IMS 製のオプションの高精度バスケット、こちら 53mm のバスケットなんですけれど、私のチャンネル紹介のページにあるリンクからナインバリスタを購入していただくと、このオプションのバスケットが無料になるコードがあるので活用してください。でナインバリスタ、なんで私がこのオプションをおすすめするかというと、ナインバリスタの
フィルターバスケットのサイズは 53mm なんですけれど、53mm のバスケットなら何でも合うというわけじゃないんですよ。このバスケットの折り返しの縁の部分がバスケットのメーカーによってまちまちなので、装着するときにここのハイトですね、折り返しの高さがありすぎるとつかないんです。もう下が金属でロックするようになってるので、ここがつきません。 IMS のやつは専用なのでしっかり取り付けられるんですけど、純正と同じようなフィルターバスケットの上部の折り返しじゃないと、同じ 53mm のバスケットとはいえこの9バリスタに使えないので、専用で作られている IMS のこのオプションの精密バスケットを準備することをお勧めします。それともし資金に余裕があるんであれば、ボトムレスポルタフィルターもネックドポルタフィルターですか、準備されてますので、これに IMS のバスケットをつけると最高です。でこれの利点は抽出の見た目がいいのと、あとチャネリングの確認ができるという点ですよね。でこれはもし余裕があれば揃えた方がいいアイテムだと思います。今日はこれは使わずに次回これの紹介をしようと思います。あとはその他に準備する必要があるものとすれば、WDT ツールが必要です。その他絶対条件としてエスプレッソに対応した高性能グラインダーが9バリスタを使用するには必ず必要になります。エスプレッソ対応のグラインダーでないと9バリスタを使うことができないので、そこはご注意ください。それでは9バリスタの使い方を説明しながら実際にエスプレッソを抽出します。使用するコーヒー豆は 20g です。取扱説明書には 18g って書いてあるんですけど、公式動画で 20g 使用してたので、今回は 20g 使用します。グラインダーでコーヒーをひきます。今回 C40 の粒度はレッドクリックスで20クリックです。今回雰囲気重視であえて C40 でひいてますけど、豆の量が 20g って結構多いので、電動式グラインダーお持ちの方は電動式グラインダーを使った方が楽だと思います。粒度はこんな感じです。ロージングリングをセットして粉を入れたら WDT ツールで均等に分配します。で最後にタンパーでタンピングします。でタンピングの力なんですけど、取扱説明書には5キロ程度ってあるので、そんなに力を入れずに軽く押してください。でタンピングの時に重要なのは、押す力よりも水平に押すっていうところが重要なので、こんな感じですね。そしたらキャップをかぶせます。タンクに水を注ぎます。注ぐ水の量は見えるかな、ここに満水ラインがありますので、そこまで注いでください。これですね。重さで言うとだいたい 120g ぐらいです。 120g を目安に注いでいただければちょうど満水ラインです。
タンクにメインユニットを取り付けます。優しく水がこぼれないようにしっかりと締め付けてください。圧力が逃げないようにしっかりと締めてください。ここの部分がちゃんと密閉するように締めるのがポイントです。最後にポルタフィルターを本体に取り付けます。90度になるように取り付けてください。コンロの上にセットしたら準備完了です。それでは抽出を開始します。抽出が始まるまでの目安はだいたい4分前後で、抽出全体は6分ぐらいで終わるような感じで調整してください。で、抽出が始まってから終了まではだいたい25秒から30秒ぐらいを目安に調整してください。それでは抽出を開始します。抽出が終わったので注ぎます。注いだ時に攪拌されているのでかき混ぜる必要はありません。このままいただきます。すごいでしょ。いただきます。最高です。おじさんのナインバリスタはちょうど1年前、去年の今頃ナインバリスタさんからプレゼントしてもらったものになります。もともとは海外のコーヒー系インフルエンサーさんたちが使ってるのを見て一目惚れしたんですよ。で、ナインバリスタさんにちょっと私とコラボレーションしてくれませんかってお願いしたんですけど、さすがにタダではあげられないと。その代わり3ヶ月間タダで貸してあげるからちょっと使ってごらんっていうことでイギリスから送ってもらいました。じゃあその3ヶ月の間にちょっと動画の反響が良かったので、ナインバリスタさんの方からそのまま霧を使ってていいからあげるからっていうことで、ありがたいことにおじさんのものになりました。で、それ以来大切に使わせてもらってます。ぶっちゃけですね、おじさんが持ってるエスプレッソマシンの中ではナインバリスタがダントツに美味しいエスプレッソを作ってくれます。で、このナインバリスタはたった1杯の美味しいエスプレッソを出すためだけのマシンなので、非常に贅沢といえば贅沢です。だから例えば何杯も続けて入れることは正直難しいですし、スチームがついてるわけでもないので、ラテを作ることができるわけでもないです。ただエスプレッソを抽出する、それもたった1杯のエスプレッソを抽出するっていうためだけのマシンです。その代わり抽出されるエスプレッソは他では真似できない上質なエスプレッソが抽出できる。だからそこに価値を見出せるかどうかっていうのがこのマシンを気に入るか気に入らないかのところだと思います。正直ね、朝家族分のエスプレッソを入れなきゃいけないんだとかね、何杯も飲みたいんだっていう方には向かないです。そういう使い方のためのマシンではないので、その代わりたった1杯でもいいから美味しいエスプレッソを本当に飲みたいというエスプレッソ好きの方にはこれはおすすめです。一生もん。内部のね、シリコンパッキンなんかは経年劣化があるので交換しなきゃいけないですけど、その他の部品の耐久性は一生もんです。で、おじさんもイギリスからとりあえず交換部品は一式自分で買いました。あとアウトドアですよね。アウトドアにはこれほど似合うものはないです。おじさんもたまに外で撮影のために持ってって撮ったりするんですけど、なんかこれあるだけでおじさんにわかなアウトドアなんですけど本格的に見えちゃいます。
本当外で美味しいエスプレッソを飲むんだったら、このナインバリスタ、これを超えるものは多分ないと思います。もし、このナインバリスタいいなって興味持たれた方がいらっしゃれば、ちょっと高価ですけど、手に入れてみたらいいんじゃないかなと思います。おじさんのチャンネル紹介ページのリンクから行っていただけると、今日使用した IMS の高精度バスケットが無料でサービスでついてきますので、ぜひ活用してください。それとですね、ナインバリスタについての質問等がありましたらコメント欄にお気軽にお願いします。日本でナインバリスタさんから提供を受けてる人ってそんなにいないと思うので、一応ね、1年ちょっと使っていろいろやってますので、アドバイスできる部分あると思いますので、それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。